今回見ていただいたのは金剛大艦と呼ばれる計画艦になります。その名前の通り、旧式化しつつあった戦艦金剛の代わりとなる艦として軍縮条約の制限の下で建造が計画されました。金剛大艦は41センチ砲を9門から10門を搭載し、速力は26ノットほど、基準排水量3万5000トン程度と、戦艦長門よりもやや小さい大きさの中型戦艦で、巡洋戦艦から発展した先代の金剛とは異なり、純然たる戦艦として設計されました。しかし、ロンドン海軍軍縮条約が締結されると建造は見送られ、金剛大艦は幻の戦艦となってしまったのです。今回の試みとしては、まずは現存していたスケッチに基づいて艦の復元を試みて、バーチアル上の海面で浮かばせてみました。ただ、ご覧のように艦としては非常に不自然なデザインであるのは、現存している資料がアイディアスケッチのようなものであるためで、金剛大艦を実際に現実世界で竣工させようとすれば、その艦用は大きく異なったものになったかもしれません。ここからは時系列順に金剛大艦のルーツに迫りますが、そもそもの発端はワシントン海軍軍縮条約の存在でした。ワシントン軍縮条約では大国間の戦艦や空母といった主力艦と定義された艦の保有トン数を制限するだけでなく、主力艦を10年間建造禁止する期間、通称海軍休日が定められていました。ただ、海軍休日終了後は既存の戦艦で艦歴20年を経過したものについては、排水量3万5000トン、主砲16インチという制限内で代替艦の建造が認められていました。そこで、旧式化しつつあった金剛の代替艦が検討されることになり、これが金剛大艦のルーツとなりました。1924年に検討された戦艦建造計画は、軍縮条約下での艦隊整備研究を行う委員会へと発展していき、1928年9月24日には新型戦艦の研究結果が海軍大臣に報告されました。この研究では、主砲41センチ砲12門以上、副砲12門以上を搭載し、傾斜復元設備の充実などダメージコントロールを意識した極めて重武装な戦艦が要求されました。しかし、この内容を3万5000トンに収めるのは早々に不可能と判断され、建造計画は41センチ砲10門、アメリカの戦艦に優位に立てる25ノット程度の速力を発揮できる中速戦艦を目指すとして、計画の練り直しが行われることになります。そして、1929年7月30日、当時、管制本部第4部長を務めていた藤本菊夫大佐を中心としてまとめ上げられた管制本部の最終案が審査されることになったのです。現在見ていただいている、やたらと背が高い艦は、管制本部でまとめられた金剛大艦の姿で、通称、藤本案とも呼ばれています。正式名称が示す通り、金剛大艦建造の本流というべき設計案で、船体はシンプルな平甲板型、艦の幅は戦艦らしく、ずんぐりとしているのが特徴です。艦首の形状は丸みを帯びており、どことなく戦艦大和を彷彿とさせるデザインが採用されています。また、藤本案では日本戦艦としてはまだ珍しかった3連装砲が採用され、41センチ砲は、長門よりも強力な50口径の主砲を乗せる計画でした。藤本案の武装の特徴としては、2機の連装副砲が極端に艦首に近い位置に設置されているという点です。この連装副砲は対空砲も兼ねており、後の最上型巡洋艦の主砲と同じようなコンセプトを持っていました。藤本案は主要区画以外にも一定の防御力を持たせる計画だったようなので、防御面の懸念はそこまでない可能性がありますが、配置する場所的に波浪の影響を受ける危険性があり、どこまで本気で検討された案なのか疑問点が残ります。このような艦首砲は別の世界線の大和のような戦艦にも採用された例が見られますね。また、デザインスケッチを忠実に再現した場合、藤本案の艦橋は船体に比べても異様に高い上に重厚で、非常にアンバランスな艦用となったかもしれません。藤本大佐は扶桑の改装も手掛けており、金剛大艦藤本案はどことなくその影響が見て取れます。また、近年の調査では艦本ファイナルと記されている藤本案も発掘されておりますが、こちらはさらに癖が強く、戦艦長門の湾曲煙突をさらに極端に曲げたような独特な煙突が描かれていました。これは金剛大艦の比較的初期の案とも言われていますが、詳しくは分かりませんでした。海軍高等技術会議ではこの藤本案の審査を行うという目的がありましたが、この会議で自らのデザイン案を提示したのが
かつて造船の神様と呼ばれながらも、当時設計の第一線からは退いていた平賀譲造船中将でした。平賀中将はデザイン X とも呼ばれる若干中肉細名称の試案を携えて会議に提案することになったのです。この平賀案とも呼ばれる設計案は、艦の中央にあらゆる構造物や重要区画を密集させた極端な集中防御方式が採用されていました。また、41センチ砲重門と主砲の数では藤本案を上回るだけでなく、速力も 26.5 ノットと若干高速というもので、藤本案、関本ファイナルと同様に異様に湾曲した煙突を備えていました。このことからわかるように、平賀中将は密かに藤本案の設計図を入手してその性能を割り出しただけでなく、藤本案の設計の危険性などの問題点を自らの試案をもって批判することにしたのです。平賀案は原則法、ケースメイト法が採用されているなど全体的に保守的な設計と評価されていますが、藤本案は船の大きさの割に線刻が少なく、重量の大きい構造物を高い位置に配置しているなど設計上の懸念点があるのに対して、平賀案は船の重心の低い位置に副砲を設置し、装備重量の観点から単装砲を採用していました。また、連装砲と3連装砲が混在している独特の主砲配置も重量配分に気を使った結果でしたが、遠距離砲撃戦での精度の計算などは都合が悪かったようで、平賀案が藤本案よりも主砲の数で勝る分の砲撃力を発揮できたかどうかは疑問点が残るようです。また、藤本案も関本ファイナルと修正案と呼ばれる2つの案が存在しており、修正案のデザインは若干落ち着いたものになっているのがわかります。この2つの藤本案はどちらかが残ったのか、あるいは並存していたのかどうかは不明です。いずれにせよ、革新的な藤本案に対して平賀案は手堅い設計と言えましたが、突然の平賀案の登場により金剛大艦の審査は紛糾してしまいます。そして、理論上の性能では優れている平賀案を無視することはできず、技術会議では平賀に正式な書類の提出を求めて閉会となり、認可を後日に持ち越す運びとなったのです。しかし、1930年4月22日に締結されたロンドン軍縮条約では、大隊艦の建造ができる艦歴を20年から26年に延長することが決まると、金剛の大艦構想は喫緊の課題ではなくなり、全ての計画は中止となってしまいました。このように、戦艦長門と戦艦大和という二体戦艦に挟まれる形となった金剛大艦は、両方の世代の技術的な過渡期を思わせる手法や設計を残しました。一般的には平賀案の方が装甲配置や集中防御方式の採用など大和型戦艦に受け継がれた点が多く、もし完成すればすぐに有力な戦艦として機能したのではないかと考えられています。一方で藤本案は電気溶接や軽量の合金を多用することを前提として設計されたと考えられておりますが、実際に竣工した藤本デザインの艦として挙げられる最上型巡洋艦は船体強度が不足し、満足な性能を発揮するにはいくつかの改装を経る必要がありました。このため、金剛大艦藤本案がもし竣工すれば最上と同様に、いくつかの性能改善工事を行い、構造物の縮小なども合わせて必要となったことでしょう。しかし、金剛大艦がどの案で建造されるにしても、周知の通り対米戦で活躍した戦艦は、最も旧式で巡洋戦艦から発展した金剛型であり、もし仮に金剛大艦が建造されれば、日本艦隊の取れる戦術の幅はかえって狭くなってしまったかもしれません。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。金剛大艦はまた別の機会に実際に竣工したらこんな姿になったんじゃねバージョンを作ったらね、改めて詳しく動画にしようかなと思っておりますので、今回は比較的ざっくりとした内容でお届けいたしました。私が調べた限りですと、こちらのカンフォンファイナルは初期案で煙突が曲がっていないものは修正案と書かれていたんですけれども、いかんせん情報が少なすぎてよくわからない部分が多かったので、もう少し詳しい情報をご存知の方はぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。実際に竣工したらこんな姿になったんじゃねバージョンは藤本案ベースで作るか、それとも平賀案ベースで作るのか、皆様はどちらの金剛大艦が見たいでしょうか。ぜひご意見をお聞かせいただけますと大変嬉しく思います。ということで、だいぶ久しぶりの更新となってしまいましたけれども、こういった分野に興味がございます方は我がチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせねら、バイバイ。